りょうた、行くぞ。はーい。足元から聞こえる声に大声で答える。すぐに飛んできた金属パーツをキャッチして足場に組み込んだ。次行くぞ。いつでも。次々に声が上がり、その都度パーツが飛んでくる。すべてをキャッチして足場をどんどん組んでいった。さすがっすね、りょうた先輩。あいつの足場組みはもはや芸術だからな。同僚と先輩とがそんなことをつぶやいているのが聞こえてきた。俺が土屋建設に就職して5年。前職は大手企業の営業マン。営業成績もかなりいい方で、出世も約束されていたエリートサラリーマンだった。4階部分の足場終わりました。おお、お疲れ。ちょっと休憩しようや。同じく4階部分で足場補強の作業をしていた同僚と先輩に声をかけて座り込む。景色がすごくいい。今やっているのは町の中心に立つタワーマンションの建設。その土台部分である下層階部分の作業。タワマンともなると上層階はクレーンを使っての機械作業になるが、下層階は人力での工事になることが多い。りょうた先輩、マジで作業神業っすよね。そうか？そうだな。りょうたはどこの足場を先に組めばいいのかを考えながら作業を進めることができる。だから丈夫で綺麗な足場ができるんだ。4階まで組み上げられた足場を見下ろす。俺が一人で組んだわけではないそれを同僚も先輩も称えてくれた。会社勤めの頃はこんなことはなく、いつも常に誰が誰を出し抜くかを考えながら仕事をしていた。みんなの命背負ってるからさ。ちゃんとやらねえとって思ってるだけだよ。うわ、マジかっこいいっす。後輩がキラキラとした目で見てくる。でもなんでエリートサラリーマンから建設業に転向したんすか？ああ、それ俺も聞きたかったわ。社長とも仕事で知り合ったんだろ？そうっすね。土屋社長とは前の仕事の取引相手でしたね。スーツを着て土屋建設の門をくぐったあの日を俺は忘れられない。最初はなんて悪趣味なと思うほど豪華絢爛な社屋。でもその計算し尽くされた構造に気づいた瞬間、目が離せなくなった。もともと体を鍛えるのが好きだったし、建設関係の営業だったから転職するのはそんなに難しいことじゃなかったんすけどね。社長が亮太のことをすげえ気に入ってな。一緒に仕事したらすげえことができるって前から言ってたんだよ。そうなんすか？初耳ですわ。先輩から聞いたことのない社長のエピソードを聞いて驚く。俺が一方的に惚れ込んで入社したと思っていたんだが。でもお前、そのせいで今期逃したんだよな。亮太先輩、結婚する予定あったんすか？先輩、その話どっから聞いたんすか？にやっと笑いながら言う先輩の言葉は本当で、俺には付き合っていた彼女がいた。転職して仕事が軌道に乗ったら正式にプロポーズをする予定でいたのだが、俺が土屋建設に転職が決まったと話した瞬間、水をぶっかけられて秒で振られたのだ。出世が約束されたエリートサラリーマンだから付き合っていたのに、土木作業員？ふざけてんの？など罵声に次ぐ罵声を浴びせられ、別れたのだ。自分の中身が好きで付き合ってくれていたと思っていた彼女からそんなことを言われて、最初はめちゃくちゃショックだったのだが、もともと自分の持っていたステータスが付き合っていた理由だったとはっきり言われたことで目が覚めた。それから彼女とは会っていない。高校の時からの付き合いだったから結構長かったんだけどな。は
でもそんな女だったら別れて正解っすよ。そうだな。その別れがあったからこそ、ほら。先輩が地上の方を指さす。そこにはお弁当箱を持った女性がこちらを見上げて手を振っていた。あかりちゃんマジ癒しっすよね。亮太先輩羨ましすぎっす。言ってろ。俺は手を挙げて足場の階段を降りていく。地上にたどり着くとエプロン姿のあかりがニコニコと笑顔で迎えてくれた。お疲れ様、亮太くん。お弁当持ってきたよ。おお、ありがとうな、あかり。あかりからお弁当を受け取ると、一緒に一枚のハガキを手渡される。なんだこれ。同窓会のお知らせだって。さっき届いたからついでに持ってきたよ。あー、マジか。あんまり気が進まねえな。なんで？行ってきたらいいじゃない。お前、嫌じゃないのか？え？だって、亮太くんは私の旦那さんでしょ？あかりは俺の過去を全部知っている。もちろん元カノが同じ高校だったことも。それでも行ってきたらと素直に言えるピュアなその気持ちが俺はとても好きなのだ。わかった。たまには顔出してくるか。そうしたらいいよ。じゃあまた夜ね。お仕事頑張ってね。おう、またな。あかりに手を振って弁当を受け取る。毎日お昼に出来たての弁当を届けてくれる可愛らしい妻。信頼できる上司のもとで好きな仕事ができ、大好きな妻との生活。俺は今の生活を同級生たちに伝えるためにも同窓会への出席を決意したのであった。同窓会当日、車で会場に乗りつけると、駐車場へ車を止めて中へ入る。地元にできたおしゃれなフレンチレストラン。お、亮太じゃん。よう。中へ入ると同級生の健太にすぐに見つかる。高校時代から仲良くしていた健太はドリンク片手に俺へ近づいてきて目を見張った。やば、亮太すげえいいスーツ着てんじゃん。え、これ？そんなにいいやつか？着てきたスーツは義父からもらったもの。同窓会に行くならとお下がりでもらったのだが、どういうものかよく分かっていなかった。さすがエリートサラリーマンは違うよな。すげえ稼いでんじゃん。お、しかも結婚したんだな。目ざとく俺の左手の指輪を見つけた健太がヒューッと生やし立てる。あれだろ？出世が決まってとうとう巫女にプロポーズしたとか、そういう話だろ？ああ、それなんだけど。違うに決まってるじゃない。俺が否定しようとした瞬間、奥から現れたのは元カノである東巫女。派手なドレスに身を包み、ギラギラの宝石をつけた彼女は、ふんと鼻で笑いながら近づいてきた。そいつとはとっくに別れたわよ。え、そうなのか？だってエリートサラリーマン捨てて土木作業員になったのよ。マジ無理。言ってゲラゲラと笑い出す。自信満々に俺を睨みつける巫女。てか、あんた何？結婚したの？そんな底辺の仕事してて？ああ、お前なんかとは比べられねえほどの最高の嫁だぜ。うざ、強がっちゃって。巫女は俺の前に立つと、ほらと手を差し出す。見て、彼氏にもらった婚約指輪。やっぱエリートは違うでしょ？確かにでかい宝石がついている立派な指輪だ。でも少し違和感がある。でもよ、亮太のスーツはマジやべえぜ。は？こんなスーツいくらでもあるでしょ？ちげえよ。俺この業界だから知ってるけど、これオーダーメイドで世界に何着しかないプレミアモンのスーツだぜ。え？俺も知らなかった。
しかし健太はこういうことに詳しい。興奮した様子で、やれここのステッチが、やれここの縫製がと、饒舌にまくし立てた。それが気に入らないのか、みことは眉根を寄せる。何？盗んだわけ？ちげえよ。なんでそうなんだよ。だって土木作業員よ。底辺の仕事じゃない。ああ、そうかよ。そう思うなら勝手に思ってろ。何よその態度。さらにムッとしたみことは手を差し出した。ほら、さっさと払いなさいよ、会費。えじゃないわよ。ちゃんと払えるんでしょうね。底辺工事現場の亮太くん。みことの言葉にさすがの俺もムカついてきた。懐から財布を取り出し、1枚のカードを出す。わかった、払う。全員分のな。は？俺はにやりと笑うと、幹事の同級生に声をかけ、店員さんを呼んでもらう。店員さんにカードを差し出すと、慌てた様子で奥へ下がっていった。全員分って何の冗談？冗談じゃねえよ。今日の会費、俺が全額持ってやるって言ってんだよ。呆然とするみことに改めて告げてやる。すると奥から下がっていた店員が戻ってきた。中田様、お待たせいたしました。全額一括でよろしかったでしょうか。はい、構いませんよ。この度は当店をご利用いただきましてありがとうございます。深々とお辞儀をしながらトレーに乗せたカードを渡される。ねえ、そのカードって。これか？みことに言われて俺はカードを見せる。みことは信じられないという表情でカードを指さした。それ、世界の VIP しか持ってないダイヤモンドカードじゃない。なんでそんなものあんたが持ってるのよ。俺が稼いでるからに決まってんだろ。はあ？理解できないというふうにみことが大声を上げる。俺は耳を塞ぎながらカードを財布へしまった。お前は俺を土木作業員とバカにしてるけど、俺がどこで働いてるか知ってんのか？どうせその辺の小さな会社でしょ？俺が勤めてるのは土屋建設。ほら、地元の小さな土木家。土屋建設ってあの土屋建設？次は健太が大声を上げる。何驚いてんのよ。あれでしょ？4丁目の角にあるボロッチ。お前、何も知らねえのかよ。この5年で急成長を遂げて世界進出してる町の建設屋って今超有名じゃねえかよ。は？健太の言う通り、俺が今勤めている土屋建設は、俺が転職してから5年で大きな仕事を完璧にこなし続け、世界中の VIP が仕事を頼みに来るスーパー建設会社になっている。計算し尽くされた社長の設計と感性、仕事に実直な社員たち、そして何よりサイバー市場と手を組んで今まで空想に止まっていた建築を具現化しているからな。そう言って俺は一枚の名刺をみことに差し出した。そこには、土屋建設建築部レジェスティックワールド代表取締役。レジェは土屋建設の世界シェアを担っている部門だよ。俺の嫁と二人三脚だけどな。嫁。名刺を持つみことの手が震えている。それもそうだろう。貧乏だなんだと罵っていた俺がまさかの VIP だと知ったみことは、次ににやりと意味深な笑みを浮かべてみせた。すっごーい。亮太、頑張ってるんだね。は？私、全然いいよ。バツイチとか気にしないし、彼氏とは速攻別れるし。そう言って指輪を取って俺の腕に腕を絡めてきた。瞬時にそれを振りほどいて、さっさと誇りを払う仕草をする。何言ってんだよ。
お前とは5年前にばっさり別れて、それ以上の感情ねえよ。またまた、私に一方的に振られたから未練たらったらなんでしょう。言ってろ。俺は嫁以外に興味ねえから。亮太。健太とその場を後にする俺にすがるように声をかけ続けるみこと。一度だけ俺は振り返り、あ、みこと、その指輪捨てた方がいいぜ。あ、やっぱり亮太が新しいの買ってプロポーズしてくれるってことね。そうじゃねえよ。それ、偽物だぜ。俺が告げた真実にピタリと動きを止めて、みことはその場に膝をついた。行くぞ、亮太。はーい。翌日、同窓会を満喫した俺は元気に朝から現場に立っている。今手がけているタワマンも、実は口に出せば万人が知っている有名人の所有する物件なのだが、見た目にはわからない。あかりが契約を結んできた仕事を俺と義父土屋社長が手がける。そうして5年、俺の人生は順風満帆。亮太くん。お、あかり、サンキュー。地上でお弁当を持ったあかりが手を振っている。毎日のちょっとした幸せをかみしめて仕事に勤しむのであった。